ご主人様。北条の使者らしき一団が宿泊している旅籠を見つけました。どうやら山あいに宿を取っていたらしく、私たちは知らず追い越してしまっていたようです。はい、任務遂行が少し困難になりましたね。どういたしましょうか。どこまでもお供つかまつります。え？いや、それは今は任務中です。目立つ行動は避けなければ。しかし。ありがとうございます。とても美味しいです。団子はあまり、丸薬なら常食していますが、気活丸といって一粒食べれば一食の代わりになるものです。人参やそば粉、山芋などを粉末にし、酒に浸して3年ほど置いたものを丸めたら完成です。味はまあ、ですが携帯できる大きさですし、すぐに食べられますから、任務の時には重宝しています。いえ、ご主人様のためならばどのようなことでも耐えられますから。料理ですか？それは確かに楽しそうではありますが、でも自分はちゃんとした料理は苦手で。ご主人様がそうおっしゃるのならば、いつか。おやおや、どこに行ったのかと思えば、朝から合いびきかい？違う。自分はご主人様の護衛として。ああ、コナミさん、大丈夫ですから。ひふみちゃんもこの人も分かった上で軽口を叩いているだけですよ。まあそういうことさ。
だがコナミも健介くんの妻なのだろう。そう固く考えなさんな。それよりスケベ、打ち合わせをする。なんとまあ、私たちは死者を追い抜いてしまっていたというわけか。まぬけどね。山あいの宿となると偵察がしにくいでしょうね。村人と、あとは大津を目指す旅人が多いと思う。少々やりづらそう。コナミ、君が見て偵察に適した場所はあったかい？宿の裏手などいくつかございましたが、当然そのあたりは忍びの者が警戒してるだろうね。北条のお抱えの忍びは集団行動を得意としています。それなりの人数が警備に当たっていると考えるべきでしょう。そうなると私や恋、コナミはいいとしても他の面々は厳しいだろうね。でもそれじゃあ今回の任務の趣旨から外れてしまう。スケベが直接見ないことには意味がない。そういうことだね。で、どうする？諦めてしまうのですか？何を悩んでるんです、健介様。やることなんてもう見えてるですよ。健介様らしくドーンとやればいいのです。それが一番なのです。どういうことです？二人だけで納得されると寂しいですよ、健介様。考えなければ道は見つけられないと思いますけど。それはどんな道だい？なるほど。確かにそのやり方もありだね。いやないですよ、そんなの。そしてこちらの大将はその名も高い天下御免の人たらしだ。織田、長尾、武田、その他日の本の中堅ともいえる国を抑える大勢力たちの共有の夫と来てる。ここで直れな行動をとって損をするのはあちら。それぐらい北条も分かっているだろうさ。
絶対ないです。だってこの場合、断ったら北条の方が比例のそしりを受けるですから。まさしく。覗き見ることが不可能ならば堂々と正面から見ればいいか。つくづく君は面白い。賛成賛成。カサカサより堂々としてる方が健介様っぽいのです。そうですね。綾菜の言う通りかな。健介隊のその反応も意味がわからない。やれやれ。健介隊の面々はやはりというか当然というか頭の無茶に慣れているね。いつものことですから。それでこそなのです。まあ松葉は何でもいい。御大将からの指示はスケベを守れということなら、それを実行するまで後のことはスケベに任せる。わかりました。そうまで言うのでしたら、私とて武田に仕えるもの、覚悟を決めましょう。恋は真面目だね。まあそこまで悲壮な覚悟を決めなくても大丈夫だと思うよ。いえ結構です。自分の身は自分で守りますので。おっと、これは健介くん手痛い反撃を食らったね。人たらしの技も恋には効かなかったようだ。何かあったら綾菜が折りたたみ式トンボ切りで戦うですよ。はいです。お茶やお菓子はどうしましょう。堂々と尋ねるのならば手土産を持って行った方が良いと思いますけど。大津といえばあそこだろう、健介くん。それじゃあ出発なのですよ。大津に向かう時は別の道を通ってきましたから気づきませんでしたね。腐っても着ない、腐っても都への街道ってことだろうさ。それにしても都へ向かう旅行者ならともかく、正式な使者が山あいに宿を取るなんて少々おかしな話ですね。想像でしかないけれどいいところをついているんじゃないかな。どうやら取り次ぎに出てきてくれたようですね。ご主人様、周囲すでに取り囲まれてございます。数は15、皆警武装です。
まさか新田健介自身が乗り込んでくるとはね。久しぶりじゃん。おたての乱の時は世話になったわね。服部半蔵も。まさかこうやってもう一度顔を合わすことになるとは思ってもなかったけどさ。なんだし、なんか言えし。どなたですか？この人、私は見たことがあるよ。確か誰だっけ？ひふみちゃん。確かにあの戦場では名乗ってなかったと思うし、姫野のこと知らないのも当然といえば当然だし。なら教えてあげるわよ。耳かっぽじってよーく聞いときなさいよ。健介くんの言う通りさ。私たちは争いに来たわけじゃないんでね。取り次ぎの人、よろしく頼むよ。わかったわよ。ここで少し待ってなさい。健介様、お人が悪いですよ。ってもしかして本気で覚えていらっしゃらないのですか？かよ、知ってるです。あやなまで。もしかして覚えてない？あの方はおたての乱の時に襲ってきた風魔人軍の棟梁の方ですよ。おたてに潜入した時襲われたでしょ？そういえば確かにあのようなものがいたような気がします。少しだけ。多分。いやまったく。刃を交えた敵を忘れるなんて、健介くんはひどい人だよ。ひふみちゃんこそ悪乗りしていたくせに。いや、そっちの方が面白いじゃないか。この人はもう。ご使者がお会いになるそうよ。ちゃっちゃとついてくればいいし。今さら思い出したからって姫野の名前を忘れてたこと許さないし。まあそうよね。姫野の策にはまって生き死にをさまよってたんだもん。仕方ないことよね。いいわ、特別に許してあげる。ほら、姫野って優秀じゃん。そんな姫野に追い詰められてたんだもん。当然よね。何よ。この人、びっくりするぐらいちょろーん。いえ、なんでもありませんから。変なガキ。まあとにかくよ、この風魔小太郎、通称姫野ちゃんがご使者のもとに直々に案内してあげるんだから感謝するし。何通称で呼んでんだし。
まあいいけど。ほら、やっぱりちょまったく落ち着きのない連中ね。ほら、さっさとついてくるし。何人か町に降りてわらじの手配をしとくし。いやー、ちょろいなあ。お盾の乱の時から短絡的な感じは受けていたけれど、おかわいそうに。思い込みが激しいんだろうね。情報を主任務にしている忍びが思い込みが激しいっていうのも面白いところだね。本当におかわいそうに。まあ竹のことだから面白がっていられるんだけどね。もういきなり口を塞ぐなんてかよはひどいのですよ。ごめんね。でもほら、あの場では黙っていた方がいいかなと思って。どうしてです？もういいよ。ご使者に伝えてくるからここで待ってるし。さて、ここからは健介くんのお手並み拝見だよ。なんとまあ、行き当たりばったりだね。いつものことなのです。適所ですね。心得ました。健介様、あやなは何をすればいいです？任せるです。では、私たちは警護に集中しておきますね。ご使者がお会いになるそうよ。茶の用意をしてるから庭に来なさい。はあ、これは見事な。入り口はみすぼらしかったのにすごいです。ほんと、見事なお庭ですね。当たり前でしょ。知らなかったの？大津の山宿の中でも全国的に名が知られてる宿じゃん、ここ。そんなことも知らないなんて。連合って言ってもやっぱ田舎者で無粋者ばっかなのね。
あそこよ。お団子。新田健介殿、織田久遠信長、長尾美久景虎、武田光晴信、そして足利和葉義輝様など中部畿内を含む大勢力の当主たちに共有されている男性、知ってる？北条氏康が五女、北条左馬助氏則、通称暁。暁。このお団子、なかなかおいしい。失礼。こちらにどうぞ。五女。姉が嫡子氏政。その下に姉の氏輝。そして暁がいる。正確には姉がもう2人いる。1人は奇跡。1人は今、忙しいから説明を省いた。あとは暁の下に三郎がいる。ということ。だから、暁は五女。母、氏康は子だくさん。つまり淫乱。とも言う。ということ。
それで、暁に何かご用？そう。てっきり暁たちを探りに来たのかと思った。あ。終わり？あ、どうぞ。大津の鍵屋のみたらし団子は機内でも有名。知らなかったの？味は味。名を食べるわけじゃない。それはそれでいいんじゃないかな。そう。お茶はいる？わかった。じゃあ。どうぞ。茶の湯を知らない？無作法というよりも茶は茶という接し方に感じた。だから茶の湯には触れてないのだなと思えた。茶は茶、人は人。それで良いと思う。こちらも団子、美味しかった。ありがとう。暁様、あいつのことどう見ました？大胆。野蛮でもなければそやでもない。でも、それ以上につかみどころが見えない気がした。あれ？珍しく褒めてますね。褒めるというよりも、少し奇妙に感じたという方が正確かも。奇妙ですか？姫野にもなんだかただの抜け作にしか見えなかったんですけど。抜け目はないと思う。それに愛嬌だけの無能でもないと思えた。ただどうしたんです？ああいう人の方を見たことがない。定型を持たないという意味で奇妙だと感じたのかもしれない。
あの抜け作が？姫野はもう少し人を見る目を養った方がいい。姫の男を見る目は超ありますよ。はそのため息ひどい。姫の傷ついちゃいますよ、暁様。あ、ごめん。姫野、あとはお願い。了解です。追っ手を出すんですね。あんなやつ姫野にかかればちょろいものですし。いや、違うから。今日はもう休むから、後の差配は任せるという意味。ああ、そっちですか。了解ですし、あとはやっておきますから、暁様はごゆっくり。うん。そりゃ鬼人相手なんだから、向こうもそれなりに気を使うだろうさ。それより健介くん、君はどう見た？死者の様子から何か感じ取れましたか？そうだね。私は作為的なものを感じたよ。何かを隠そうとしている。そう感じたね。私もひふみちゃんと同じです。でもその真意までは分かりませんでした。スケベの護衛が任務。周囲を見張っていたから当然。私たちですか？そうですね。あくまで主観ですが、かの人の振る舞いを見ていると、あまり腹芸には慣れていないように思いましたね。です。あやなもですね、あの子頑張ってるなって思ったですよ。はあ、風魔の棟梁に妙な気配があったため、そちらに注意を向けておりました。いえ、これが自分の仕事ですから。重大なことですか。でもそれは一体？北条家だけでは対応できない何かか。北関東に放っている吾妻衆から妙な知らせがあったんだ。鬼のこと？でも北条が北関東の勢力と対峙している戦線で膠着状態が解けたなんて報告は来てないですよ。ならば鬼は北条の屋台骨を揺るがすようなことはしていないか。健介くん、北条家に重大な事態が巻き起こっているんじゃないかと、そう思った根拠は？
何かを悟らせる？何をだい？極論に過ぎる気もするが、それなりに筋は通っているように思えるね。それもそうだね。これで任務完了です。出発はいつにしますか？北条型の様子を見るに、今日明日は休んで出発は明後日といったところじゃないかな。姫乃ちゃんが言ってただろ、新しいわらじを買ってこいって。新しいわらじを買い求めるということは、古いわらじを捨てることになります。死者一行はそれなりに大人数の様子。ならば納品を考えると明後日頃になるでしょうから。承知。